皆さんこんにちは。今日私たちは国税局さんに招いていただきまして、こちら檜山商店に酒蔵ツアーを来ています。名前の通り今は檜山の桜の前にいます。こういう風に酒造所を見学するのは初めてなので、とっても楽しみですね。はい、楽しみです。入りましょう。これを履いていきます。はい。日本酒は、お米から作ります。入ったらね、めっちゃお酒の匂いしてきました。形はちょっとおかゆみたいな感じだけど、ちょっと甘い匂いがして面白いです。混ぜるときはどちらかというとこう引き上げるイメージ。けどさっきの仕込む時とか仕込んで1日目2日目ぐらいはもっと重たいです。それなぜかというとお米がこっちはもうどんどんお酒に変わっていって液体になってる。面白かったですか？わあ、体験も含まれてあって嬉しいです。重たいんですかあれ？いや、ここから行くとこはね、中が3度、めっちゃ低いらしいです。全部カスだそうです。触っていいかな。意外と柔らかいよ。北海道のお米使ってます。でもね、まあシャープっていうか、まあすごくこうキレのあるお酒で、今日のメニューだとこの明太子なんかと合うかなと思います。もう一番の酒がなんか他の酒のなんか色が違って、多分香りもお米の香りが強いかな。まあ、いいペアリングだったらやっぱりいい味だけが口に残るっていうのがすごくわかるような味です。美味しいです。It does have a sweet kind of scent to it. Okay. Yeah, it's much sweeter than the other ones. These two, they had more of that alcohol taste. Like when you drink vodka, you can feel it in the back of your throat. So
those two had it. This one is very smooth, going down, almost dangerously smooth. Like you could keep drinking it easily. 2番目多分1番の飲みやすいから、多分実体だけは液体だけは強いんですけどチーズが多分もっと優しい味なので、本当に一緒には一番いいコンボです。 This calm is my favorite, number one. Yeah. And then this one is number 2. It tastes like wine. It's not dry. I don't like dry wine. Very smooth. Very, very smooth. What is your favorite? I would say my favorite was number 3. It paired really well with seafood. Squid? It's very smooth and tastes very good when you eat seafood. Good. I would say Well, my favorite was number 4. Number 4. That went really well with the pork, so I really like that. 何をおかわりしたんですか？一番一番。うちの、お酒の特徴としては使ってる水、仕込み水が柔らかい柔らかい水なんですけど、この水を使うので、お酒も柔らかい印象で、なので、うちの商品超辛口っていうのがあるんですけど、うちの中では辛口なんですけど、他の蔵のものと比べると辛口だけど口当たりは柔らかい。はい、今日訪問したこち檜山商店の専務兼杜氏をされている小森さんです。弊社でも12年前まではいわゆる雇いの杜氏さんがいました。だから酒作る棟梁と、経営側でっていうのは分かれてる形で、酒蔵ほとんどそういうところが多いんですよね。で蔵元当時、私みたいに経営者側が自分でお酒を作るっていう形が流行りだしたのが、大体30年ぐらい前から流行りだして、佐賀県内に行くともう20年ぐらい前にドドドドッと増えだしたイメージです。でそんな中で私が当時やりだして今で11年目なんですよね。でそこをなぜ私が酒作る自分で杜氏をやるっていうことになったかというと、今日本酒の味わいとか、トレンドとかいうとなかなか難しいところあるんですけど、やっぱり情報もすごく早い分移り変わりも早いんですよね。でそんな中でもちろん日本酒は技術のお酒で素晴らしいとこなんです。守らなきゃいけないこともいっぱいあるんですが、ただ守ってるだけじゃこれからやっぱり生き残れないというか、やっぱり自分がちゃんと自分の信じるお酒を作って、でそれを、担いでお客さんの前に出して評価を得ると。でそれをしながらどんどん自分をブラッシュアップしていかないとこれから生き残れないなっていう思いで11年前からは自分で作ってたことぐらいになりそうなんですけど、優しく柔らかい味わいなんですけれども、うちの今の、お酒の内容もなんですけど、これからもどんどんチャレンジをしていくお酒でありたいなと思っています。伝統を守りながらもチャレンジを続けていくという素晴らしいお話でした。はい、これからも一生懸命飲ませていただきます。頑張ります。ありがとうございます。はい、皆さん今日いかがでしたか？今日飲んだお酒の中で一番気に入った番号は4番です。1番です。6番です。おお、それぞれ違いますね。やっぱり日本のお酒って面白いなって思いました。私もですね、もともとお酒が好きだからこそ今日いろいろシーンができてすっごく楽しかったです。私も今日は初めて酒の作り方を見学できてよかったと思います。お米からお酒になるまではいろいろ工夫しないといけないことが分かりました。そうで実際に飲んでみて日本酒って本当に種類によって繊細な味や香りの違いもあってすごい面白かったです。料理といろいろ合わせて飲みながらとっても美味しく飲めました。実は2023年の12月に
日本の酒造りがユネスコに無形文化遺産として登録されました。ぜひ皆さんは日本に来て日本酒を味わってください。はい、皆さんぜひ佐賀に来て佐賀酒を楽しんでください。次の動画もお楽しみに。佐賀最高。最高。アイスも食べたいですよね。最高。みんなでジェラート屋さん行こうじゃん。ここアドバイスありますよ。このなんかお酒で作ったアイス作った方がいいじゃないですか。ああ、そうですね。じゃあじゃあごさんよろしくお願いします。あ、作ってほしい誰かいないかな